今回は静岡県の沼津まで日帰り旅行にやってきたのだ。東海道線に乗って熱海駅へ、そこから一度乗り換えて沼津駅までやってきました。現在の時刻は午前11時なのだ。調べたら十分日帰りで遊べそうだったのだ。ただ改札でいきなりつまずきました。乗ってきたスイカだとそのまま出れないんですね。あるあるみたいで、駅員さんのところにスイカ用の機械が別途用意されてたのだ。沼津駅は JR 東海のエリアでトイカ、神奈川東京は JR 東日本のエリアでスイカ、その境目が熱海駅で、またいで使うと自動改札は通れません。沼津に来るときは覚えておくといいのだ。そして改札を出て駅を振り返ってびっくり、壁一面がアニメでした。私たちのふるさと沼津って書いてあるのだ。沼津はアニメ「ラブライブサンシャイン」の舞台らしいのだ。なんだか秋葉原に来たみたいだったね。この後も街中でラブライブの姿を見かけることになります。駅前で大きな石碑と車輪を発見なのだ。これ沼津機関区の碑って言います。沼津には昔機関区っていう機関車の一大基地があって、その記念碑なんだって。車輪と機関車の顔の部分の扉がそのまま置いてあります。昔東海道線が箱根の山を越えていた頃に、その拠点として置かれたのが始まりなのだ。明治の初めの話らしいのだ。今はもう役目を終えていて、残っているのはこれだけなんですね。それじゃあ沼津の街を散策開始なのだ。あちらのビル、吉本劇場って書かれてるね。静岡県で初めての吉本の常設劇場らしいのだ。まさか沼津にあるとは思わなくてびっくりしたのだ。150席ほどの小さな劇場みたいですね。ビルの窓に芸人さんの似顔絵がずらっと並んでいて、つい見上げちゃいました。それにこの辺りでは萌え声で沼津の紹介がずっと流れてたのだ。最初は吉本劇場のアナウンスかなと思ったのですが、沼津は海の町、食の町、絶景がって感じだったので、地域のアナウンスみたいですね。もしかしたらラブライブのキャラクターが沼津を紹介してたのかもしれないのだ。この辺りは道路も歩道も広いし、街並みも綺麗だね。午前中ってこともあってか人も少ないし、散策する分にはかなり快適なのだ。一本隣の道が商店街みたいなので、そちらに向かいましょう。老舗っぽいお茶屋さん見つけたのだ。創業宝永年間って看板に書かれてるね。1704年から1711年、300年以上の老舗ってことですね。思わず足を止めちゃったのだ。アーケードが見えてきたのだ。本来なら駅前からすぐこのアーケードに来れるんだけど、隣の大通りを歩いてたから商店街の中頃から入ることになったのだ。こちらの通りは仲見世パルナード、南北250メートル、屋根が全部つながった全街アーケードです。ここに東西3本の通りが交差して沼津仲見世商店街になってます。前に歩いた組明寺の商店街に通じるものがあるのだ。この長さと屋根の感じ、それに個人店が多そうなお店の雰囲気も似てるかな。この商店街は車が入ってこないのでのびのび歩けます。道の真ん中を堂々と歩けるのだ。アーケードからも光が入ってくるから明るいのだ。日差しも避けられるし、この日は暑かったのでこれはありがたいです。電気屋さんに手芸屋さんに洋品店、雑商店街って感じなのだ。石畳も綺麗だし、上品な昭和って感じがします。そしてめっちゃ目立つのが看板にぶら下がっているラブライブの旗なのだ。よく見ると旗に沼津仲見世商店街って入ってるね。商店街が自分たちで出してるものみたいです。昭和と令和が共演しているような光景なのだ。この商店街、始まりは戦後の青空市場なんです。最初のアーケードができたのが1961年。そこからずっと沼津の中心商店街なんです。静岡県東部で一番大きな商店街とも言われてるんですよ。時刻は11時過ぎ。ちょっと心配になるぐらい人が少ないのだ。シャッターが増えてほしくないから、もっと人が増えてほしいのだ。お昼を過ぎれば増えてくるんじゃないかと思うんだけど、どうなんだろうね。駅から歩いてすぐで屋根があって、これだけお店が並んでるのだ。地元の人には
かなり便利な場所なんじゃないかと思うのだ。そしてあちらに見えてきたのが筋肉マンミュージアムなのだ。2024年にできた全国で初めての筋肉マンの常設ミュージアムです。なんで沼津なんだって話だけど、夢の超人タッグ編って描かれたトーナメントマウンテン、その舞台が富士山のふもと、沼津はその富士山につながる町ってことで決めたらしいのだ。ロゴにも富士山が入ってますね。1階は物販とフリースペースで、ここは誰でも入れるのだ。2階の展示が有料で大人1000円なのだ。チケットを買ったらシールももらえました。2階じっくり見ちゃったのだ。1000円分の価値はしっかりあったのだ。筋肉マンって今も連載してるんですね。100巻近くあってびっくりしました。さて、商店街を抜けて次は沼津城跡に向かうのだ。商店街を抜けて大通りに出て、あちらの交差点の角にあるみたいですね。中央公園に到着なのだ。ここが沼津城の本丸跡なのだ。沼津の駅前、江戸時代はお城だったんですね。でもあいにくの工事中で入れないのだ。公園の再整備を行っていますって看板が出てるね。本丸跡の石碑があるはずなんだけど、どこにあるのかもわからなかったのだ。そもそも沼津城って遺構がほとんど残ってないそうです。明治になって建物は競売にかけられて解体。東海道線が通ると城の中を南北に道路が貫いて、その後耐火にもあって堀も全部埋められました。容赦ないのだ。ここまで綺麗になくなったお城も珍しいって言われてるみたいですね。今ここに残ってるのは本丸跡の石碑くらいなんです。その石碑にも会えなかったのだ。これ公園を丸ごと作り変える工事なんです。実はこの数週間後には半分だけ先にオープンする予定になってました。一番中途半端な時に来ちゃったのだ。全部出来上がるのは来年の春。人工芝の広場と大屋根とカフェができるみたいですね。公園を抜けた先にあるのが歩み橋なのだ。狩野川に架かる橋で中央公園と川向こうの鹿貫公園をつないでいます。これだけ広いのに車が1台も来ないのだ。歩行者と自転車だけの橋なんですよ。この川幅で人のためだけにかかってるんです。それにしてもすごく開けてるのだ。橋の上に余計なものが何もなくて、見えるのが川と空だけなのだ。これわざとみたいです。桁を細くして照明も欄干の低いところに埋め込んで、とにかく視界を邪魔しないように作られてるんだって。通りで開放感が抜群のはずなのだ。しかもこの橋、構造が世界初なんです。上から斜めに吊るケーブルと橋の下側を支えるケーブル、その両方を組み合わせた橋はここが世界で初めてだったそうです。沼津に世界初の橋があるなんて感動ものなのだ。1999年にできた橋です。快晴なのもあってすごくいい景色なのだ。風が抜けてずっとここにいたくなるのだ。ロケ地としても人気みたいで、いろんな映画やドラマで使われてるみたいですね。わかるのだ。ここ絵になるのだ。橋の下に見えるテラスが気になったので、一旦戻って橋の下に降りてきました。川沿いがずっと階段になってるのだ。狩野川風のテラスって言います。この辺り一帯の階段状の堤防のことなんですよ。これ堤防なのだ。憩いのスポットにしか見えないのだ。堤防の役割も持っているんですけど、人が集まるにぎわいの場でもあるんです。オープンカフェが出たり、地元のイベント会場にもなってるんですよ。ここちょっと潮の香りがする気がするのだ。気のせいかな。気のせいじゃないかもね。沼津って1年を通して駿河湾から風が吹く街なんです。その風を感じられるテラスみたいな場所にしようっていうことで、風のテラス。あそこにベンチを発見なのだ。座って川を眺めてるだけでいくらでも時間が過ぎるのだ。そろそろ歩み橋に戻りましょう。今度はちゃんと渡ります。歩み橋を渡りきったのだ。渡ってすぐのところに神社があったのでお邪魔するのだ。八幡神社です。昔はこの辺り川に橋がかかってなかったんですよ。市場町と対岸の上戸町の間は渡し船で行き来していました。その渡し場のすぐそばにあったのがこの神社ですね。
僕らがさっき歩いて渡ったところ、昔は船に乗るしかなかったのだ。静かな神社ですね。ここまでずっと直射日光で暑かったので木陰で一息つけました。お参りも済ませたし、次の場所に向かうのだ。神社から川沿いを少し歩いて御成橋に到着なのだ。さっき話に出てきた渡し船の代わりにかかった橋で、これは2代目の橋になるのだ。歩み橋からも見えてた隣の橋だね。名前は御成から来てるんですよ。沼津には皇族の御用邸があって、そこへ向かう時にこの橋を渡ったので御成橋です。鉄の柱とアーチ、屈強さを感じる橋なのだ。でも歩み橋を渡ってきた直後だから思うけど、歩きやすさも景観も歩み橋の圧勝なのだ。こちらの橋は車も通るし歩道も狭いもんね。柱が景観の邪魔もしてるし、歩み橋をああいう作りにした理由がなんだか分かった気がするのだ。御成橋からまっすぐやってきたのはアーケード名店街なのだ。沼津ってアーケードの商店街がいくつもあるんですね。ここは最初に見た仲見世パルナードの先にあって、駅からだと徒歩10分ほどです。第一印象はシャッターがかなり多いなって思ったのだ。それでも半分くらいはやってそうだね。夜になったらもう少し開くのかもしれません。それより建物の形が気になるのだ。歩道の上に2階と3階がせり出しててアーケードになってるのだ。1階がお店で2階と3階が住居なんです。この建物、沼津本通り防火建築帯として作られたものなんですよ。防火なのだ。街が燃え広がらないように鉄筋コンクリートの建物を隙間なく並べたんです。建物そのものが防火壁になるという考え方ですね。商店街が丸ごと防火壁なのだ。昭和29年にできた時は防火建築のアーケード街として全国初でした。沼津の街を守るっていう歴史が詰まってたのだ。ただ70年以上経って老朽化しているので、今順番に解体して建て替える再開発が進んでます。この景色もそのうちなくなっちゃうのだ。さて、この商店街にバス停があります。ここからバスに乗って沼津港に向かいましょう。スイカで乗れるか心配だったんだけど普通に使えたのだ。バスに揺られること10分、沼津港のバス停に到着なのだ。歩くと30分近くかかるのでバスが正解でした。降りたら目の前にある建物が沼津港新鮮館なのだ。沼津港の入り口にあるマーケットモールです。船をイメージした外観なんですよ。中に入ったら市場にあるお土産屋さんっていう雰囲気なのだ。干物に鮮魚にアイスクリーム、どれもこれも美味しそうに見えるのだ。港だしそう見えるよね。海鮮丼のお店もどこも美味しそうに見えます。意外なものもあったのだ。わさびとうなぎパイなのだ。わさびは伊豆の名産でお刺身には欠かせないものですね。お茶も置いてありました。海のものだけじゃなくて静岡のものが集まってるのだ。新鮮館を出て隣にあるのが港83番地なのだ。沼津港って書かれた大きな提灯が目印だね。飲食店とお土産屋さん、それに水族館が集まった一角です。中には深海水族館もあるのだ。駿河湾は日本で一番深い海だから深海魚が身近にいるのだ。一番深いところで2500メートルあるそうですよ。他にもお店が並んでるエリアがあるみたいだからぐるぐるっと周囲を散策していくのだ。当然ですが海鮮系のお店が多いですね。串焼きを売ってるお店もあって食べ歩きも楽しそうなのだ。この後行くお店がかなりのボリュームみたいなので今回は遠慮しました。お店は決めてるけどどれもこれも美味しそうでどこに入っても当たりな気がするのだ。1回じゃ絶対に楽しみきれないね。何度も来ていろんなお店に入りたくなります。一つ注意なのがこの辺りのお店夕方ぐらいには閉まっちゃうんです。来るなら日中なのだ。お目当てのお店に到着なのだ。御前屋丸店なのだ。友人に沼津に行くならここって勧められたお店です。時刻は13時半過ぎ。店内はかなり余裕があったのだ。お昼時は行列ができるお店みたいなのでこの時間は狙い目かもしれませんね。
頼んだのは名物の海鮮かき揚げ丼なのだ。それと大人気って書いてあった茶碗蒸しも頼んだのだ。こちらがその名物のかき揚げ丼です。すっごいタワーなのだ。ご飯の上にかき揚げがそびえ立ってます。横に倒してタレをかけて崩して食べるらしいのだ。その倒すのが大変でした。箸だと難しいのだ。結局手を使ったのだ。それではタレをたっぷりかけていただきます。おいしい。エビがプリプリで玉ねぎも甘いのだ。普通のかき揚げとはレベルが違うお味なのだ。このかき揚げ製法で特許を取ってるそうですよ。先代の社長さんが手間暇かけて作り上げた形なんだって。ボリュームがすごくて茶碗蒸しが冷めそうだから先に食べるのだ。薄味で優しい味ですね。かき揚げの後だとホッとします。かき揚げ半分くらいでお腹いっぱいなのだ。お出汁をもらってお茶漬けにもできるそうです。必要な時は声をかけてくださいって言われてたので頼んでみましょう。お出汁と一緒に薬味ももらえたのだ。いい味変になりそうです。特にわさびが気に入ったのだ。これなら残りも食べられそうなのだ。でもかなり頑張ったけどかなり残しました。美味しかったんだけどボリュームがエグかったのだ。食べきれない場合は持ち帰りもできるそうです。お出汁をかける前ならありですね。次は水門へ行ってみるのだ。漁港に着いた時から見えてたあの大きな建造物ですね。途中にある港口公園を突っ切った先にあるのだ。芝生と松林が広がる静かな公園だね。近所に住んでるならお弁当でも持ってゆっくりしたくなる場所です。お、水門が見えてきたのだ。すでにすごい迫力なのだ。沼津港大型展望水門竜王です。津波から沼津の町を守るために2004年に作られました。津波を止める扉が幅40メートル、高さ9.3メートル、重さは406トンで日本最大級なのだ。9年かけて43億円かかったのだ。地震計とつながっていて地震が起きたら約5分で自動的に閉まるそうです。そしてせっかく高いんだからということで地上30メートルのところに展望施設がついてます。それが名前の由来なのだ。景色のビューと魚の魚でビューを一般公募で決まったらしいのだ。入場料は大人300円でした。とてもいい眺めでした。360度ぐるっと見渡せるのだ。沼津の町も駿河湾も魚市場の様子まで。意外だったのが外国の方が多かったです。漁港の方では全然気づかなかったので驚きました。半分以上が外国人だったと思うのだ。沼津もインターナショナルな場所になってたのだ。漁港を離れて沼津駅の近くまで戻ってきました。ラブライブ仕様のバスだったのだ。外側だけじゃなくて中もポスターがずらりだったのだ。降りたのは大手町沼津駅の一つ手前のバス停です。駅からちょっと歩いたところに大きな図書館があるみたいだから寄ってみたかったのだ。途中通りかかったのがこちらの神社、白岡神社です。鳥居が金色なのだ。寄る予定もなかったけど思わず足を止めてしまったのだ。創建200年の記念で去年黒い鳥居を金色に塗り替えたそうですよ。とっても目立ってたのだ。お稲荷さんの神社なので稲穂が黄金色に輝く色から、それとパリオリンピックの前にフェンシングの日本代表がここにお参りしたんです。その時に渡された勝ち守りを持っていったところ金メダルを量産したため金にご縁があるということで鳥居を金色にしたそうです。思い切った施策なのだ。神社から少し歩いて沼津市立図書館に到着なのだ。駅からだと歩いて10分かからないぐらいですね。この図書館すっごく大きかったのだ。1階から3階まで吹き抜けになってて開放感もありました。静岡県の東部だとここが一番蔵書が多いらしいのだ。だいたい49万冊なのだ。3階の視聴覚ブースは個室がいくつも並んでました。 CD や DVD にすごく力を入れてる図書館なんだって。駅でたまに見かける仕事用個室ブースみたいなやつだったのだ。学習室もあったし4階には大きな視聴覚ホールもあったのだ。200人入るらしいのだ。
お弁当を持ち込んで食べられるランチルームもありました。歩き疲れたところだったからソファーで一休みさせてもらったのだ。ちょっとしたエンタメ施設みたいな場所だったね。沼津で寄りたい場所は大体行けたのだ。最後に喫茶店に寄っていきましょう。訪れたのはコーヒー社フリバーです。実はここ、朝一番に歩いた仲見世パルナードから脇に入ったところにあります。ビルの地下1階なのだ。知ってないと階段を降りるのにちょっと勇気がいる場所なのだ。店内はとても素敵な場所でした。年季は入ってるんだけどとても清潔で、バーみたいなおしゃれさもありましたね。40年以上続いてる老舗の喫茶店なのだ。おばあちゃんのマスターが一人で切り盛りしてるんです。頼んだのは期間限定コーヒーフロートなのだ。定番のブレンドやヨーロピアンも悩んだけど、アイスクリームは手作りの一品ですって書いてあったのが決め手でしたね。コーヒーは目の前でドリップしてくれたのだ。これめっちゃ美味しいのだ。爽やかで程よい甘さだね。喉をスーッと通っていきます。今まで飲んできたコーヒーフロートの中で一番かもしれないのだ。それにアイスが硬いのだ。スプーンで全然すくえないのだ。飲んでる途中で気づきましたが、これ硬いのがいいんですね。アイスがずっと氷みたいにコーヒーの中にあるのだ。溶けてなくなったりしないし、コーヒーを必要以上に甘くしないのだ。少しずつ氷みたいに溶けていくのだ。それでずっと最初の味のまま飲めるんです。沼津に来たらまた絶対に寄りたいのだ。それぐらい良かったのだ。というわけで今日は沼津をぐるっと回ってきたのだ。一日で沼津のいろんな表情を見れたと思います。沼津港ばかりが注目されがちですが、駅周辺も見どころが多い場所だったね。東京方面から来るなら新幹線で三島乗り換えで素早く来るのと、ずっと東海道線で安く来るってのが選べるのだ。日帰りで十分遊べる距離なのだ。漁港はまだ行けていないお店もたくさんあるので、また来たいですね。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。動画作りの励みになるのだ。